様こんにちは、セリナです。今回は9月1日発売 RMK の新作ファンデーションラスティングジェルクリーミーファンデーションをご紹介していきます。 RMK のラスティングジェルクリーミーファンデーションはカバー力の高さと光を味方につけて透かしてぼかすフロストマット肌仕上がりというのが大きな特徴で、ツヤ肌仕上がりのアイテムが多い今期の新作ファンデーションの中でも注目ですよね。今回はこちらの新作ファンデーションを同じく RMK の人気下地スムースフィットポアレスベースとメイクアップベースを半眼ずつに塗って、その上にファンデーションを塗り、塗り心地や仕上がり、4時間後のマスク崩れについてそれぞれの下の相性を見ていきたいと思いますので、ファンデーション選びに悩まれている方に少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら RMK ラスティングジェルクリーミーファンデーション。素肌っぽいを作り込む。カバーしているのに透明感、作り込んでいるのにリアル、光を味方につけて透かしてぼかすフロストマットな肌。素肌の質感はそのままに驚きのカバー力を備えたラスティングジェルクリーミーファンデーション完成。ジェルならではの心地よさであなたの美しさをエレベートします。少量でもぴったり密着して肌と一体化。気になる毛穴などの凹凸、色ムラをフラットに整え、柔らかな光で透かしながらぼかすことでカバーしても素肌感の息づく仕上がりに。汗や皮脂にも崩れにくく、よれやくすみを防いで美しい仕上がりが一日中続きます。それではすでにこちら側半分にはスムースフィットポアレスベースの04番、反対側にはメイクアップベースを塗っている状態なので、それぞれ上からこちら新作のラスティングジェルクリーミーファンデーションを重ねてみて、塗り心地や仕上がりの違いについてなどを見ていきたいと思います。まずはこちら側スムースフィットポアレスベースの04番を塗ってある方に重ねてみたいと思います。こちらの下地は少し厚みのあるジェルクリームのようなテクスチャーが肌にフィットして、下地のみの時点でもこんな感じで毛穴や凹凸をきれいにつるんとフラットに見せてくれていますが、今ちょうどこの辺りに大きいニキビができてしまっているので、ファンデーションでこういった部分をどのくらいカバーしてくれるのか楽しみです。今回は指で塗っていきたいと思います。やはり手元で見た時も感じましたが、こちらのファンデーションはこんな感じで少量でもかなりカバー力が高いタイプですね。通常のファンデーションのように一気に塗りすぎてしまうと少し厚みが出てしまうような感じがするので、少量ずつをしっかりとなじませていった方が均一で綺麗に伸ばしやすい感じがします。ただカバー力が高いからといって重たくなってしまったりパサついてしまうというタイプではなく、かなり滑らかに肌に馴染んでくれます。はい、まずはこちら側半分にスムースフィットポアレスベースを下地として使った上に新作のラスティングジェルクリーミーファンデーションを一度全体に薄く塗って仕上げてみました。またこういった気になる部分には重ねていませんが、仕上がりとしてはこんな感じで一度全体に薄く塗るだけでも肌の色ムラや毛穴や凹凸をしっかりとカバーしてくれるようなハイカバーなタイプです。こういった大きな肌荒れ部分も一度でこのくらいカバーしてくれるのはかなりハイカバーなタイプなんじゃないかなと思いました。ただこれだけカバー力が高いのに下地のみの方と比較してもこんな感じで厚塗り感が出てしまうということは全くなく、肌にしなやかにフィットしてくれているような質感です。テクスチャーとしては少しクリームっぽさも感じるような柔らかいジェルタイプでかなり伸びがいいので、
こういった緩めのテクスチャーの他のファンデーションと同じくらいの量をつけてしまうと少し馴染ませにくいかなというくらいのカバー力があるので、少量ずつをしっかりと肌にフィットさせて塗っていくとより綺麗に仕上がりました。ハイカバータイプなのにここまでゆるさがあって伸ばしやすいテクスチャーのファンデーションはなかなかないんじゃないかなと思います。ものすごく使いやすいと思います。それではさらに気になる部分にしっかりと重ねていきたいと思います。ハイカバーですがかなり滑らかなタイプなので、重ねてもこんな感じで下に塗っているファンデーションとも綺麗に密着してくれます。重ねる時も少量ずつをタップして肌にしっかりとなじませていくような塗り方がおすすめのタイプですね。大きい肌荒れの部分もカバーしていきます。タップするように重ねていくとコンシーラーなしでもちゃんとカバーしてくれますね。素肌っぽい仕上がりなのにここまでしっかりとしたカバー力があるところがとてもいいなと思います。はい、こちら側半分気になる部分になんとかしっかりと重ねてみました。しっかりと重ねても厚塗り感が出ることはなく、素肌のような柔らかい質感を保ってくれています。近くで見てもこんな感じで肌荒れの部分もコンシーラーなしでもしっかりとカバーしてくれました。重ねていっても柔らかいクリーム感も感じるようなジェルテクスチャーなので、毛穴や凹凸にファンデーションが汚く溜まってしまうということもないので、毛穴や凹凸やキメの乱れや肌荒れが気になるからカバー力の高いタイプのファンデーションを塗ってしっかりと気になる部分をカバーしたいけれど、カバー力が高いタイプのファンデーションを使うとどうしてもムラになってしまったりうまく塗ることができないという時にもかなり使いやすいタイプのファンデーションだと思います。しっかりと肌をカバーしたい私としてはこちらのファンデーションとてもいいなと思いました。では反対側、メイクアップベースを下地として塗っている上にラスティングジェルクリーミーファンデーションを重ねていきたいと思います。RMK のメイクアップベースはみずみずしい乳液のような軽い保湿感のある仕上がりで、カラーも特についていないタイプなので素肌のような軽い仕上がりが特徴です。ファンデーション自体が柔らかいジェルクリームのようなテクスチャーなので、下地はどのタイプと組み合わせてもかなり塗りやすいですが、やはりメイクアップベースと組み合わせるとこんな感じでよりスルスルと肌にファンデーションが伸び広がってくれる感じがします。スムースフィットポアレスベースと組み合わせた時よりもカバー力が少しナチュラルに仕上がるような感じがします。はい、こちら側半分にはメイクアップベースを下地として使った上に、上からラスティングジェルクリーミーファンデーションを気になる部分に何度かしっかりと重ねて仕上げてみました。このくらいの距離があると下地にスムースフィットワイヤレスベースを使って塗った方とメイクアップベースを使って塗った方でそこまで仕上がりの違いは感じにくいですが、近くで見るとこんな感じでメイクアップベースと組み合わせた方は何度かしっかりと塗り重ねてもより素肌感が残ってみずみずしいツヤを感じられるのに対して、スムースフィットポアレスベースと組み合わせた方はしっかりと下地とファンデーションが密着して柔らかなツヤ感を感じられるような違いがありました。そして塗り心地としてはメイクアップベースと組み合わせるとこちらのジェルクリーミーファンデーションのジェルっぽさがより生きたような塗り心地で、スムースフィットポアレスベースと組み合わせた時よりもさらにみずみずしく軽い塗り心地に変化したような感じがしました。それでもこんな感じで綺麗なカバー力を保ってくれているので、よりファンデーションを塗りやすくしたいという時やみずみずしいテクスチャーを活かしたいという時にはメイクアップベースと組み合わせるのもおすすめかなと思いました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。今回の新作ラスティングジェルクリーミーファンデーションはツヤ仕上がりの新作ファンデーションの発売が多い中、フロストマット肌仕上がりということでどんな感じに仕上がるのかとても楽しみにしていましたが、肌の上にのせると意外とマット感は感じにくくて、素肌のような自然で柔らかなベースに頬の中心には程よい光を集めたようなツヤ感を感じられるとても綺麗な仕上がりだったなと思います。
はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ても厚塗り感は感じさせないですが、しっかりと肌の気になる部分をカバーしてくれている感じが分かりやすいと思います。そして自然光で見ると室内光で見た時よりもスムースフィットポアレスベースと組み合わせた時とメイクアップベースと組み合わせた時の違いが分かりやすくて、スムースフィットポアレスベースと組み合わせると毛穴や凹凸感を感じさせないようなつるんとした仕上がり、メイクアップベースと組み合わせると自然で滑らかなツヤを感じることができました。どちらもとても仕上がり綺麗です。そしてカラーについては今回標準色とのことだった103番を使用しています。普段私は RMK のファンデーションを使用するときに標準よりも一つ明るい102番を使うことが多いのですが、今回の新作はカバー力が高く、いつもよりも黄身を抑えた色出しに変わっていると BA さんがおっしゃっていたので、今回はこちらの103番を使ってみました。そしてこちらのファンデーションは手元で見た時と実際に顔の上にのせた時でカラーの見え方が違うとのことで、こちらのカラーも手元で見ると少しナチュラルかなというふうに思いましたが、実際に肌の上にのせてみるとこんな感じで首元にかなり近いようなカラーだったので、こちらのファンデーションを選ばれるときは手元だけではなく肌の上で実際にお試ししてみたり、いつもよりも少しナチュラルかなと感じるようなカラーをセレクトしてもいいんじゃないかなと思いました。いつもの RMK のファンデーションよりも少し黄身が抑えられた感じでより使いやすくなったんじゃないかなと思います。そして香りについても原料のような香りがほんの少しする程度なので、香りが苦手な方にもとても使いやすいタイプだと思います。ではこの上に同じ RMK のシルクフィットセッティングパウダーを小箱のフェイスブラシティで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして崩れ方にどんな感じの違いがあるのか見ていきます。こちらの新作ファンデーションは崩れにも強いタイプとのことでしたので、どんな感じになるのかとても楽しみです。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。一度もお化粧直しをしていない状態なので、崩れについてどんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。こちらの新作ファンデーションはフロストマット肌仕上がりとのことでしたが、塗りたてからも顔の中心に程よい光を集めたようなツヤ感を感じられるタイプでしたが、やはり少しクリームっぽさも感じられるような保湿力もあるジェルタイプのファンデーションだったからか、皮脂が気になる肌タイプの私には今の時期だと少し塗りたてよりも全体的に顔にテカリが出てきている感じが気になりました。ただ近くで見てもこんな感じで肌荒れをしている部分や気になる部分に何度かしっかりと塗り重ねましたが、重ねた部分もファンデーションが汚くよれて溜まってしまうということもなく、マスクの摩擦にも強くて、皮脂が出ていてもファンデーションがよれることなく塗りたてのようなハイカバーな仕上がりを保ってくれていたので、こちらのファンデーション崩れにはとても強いタイプだったなと思いました。塗っている間もベタつき感のない軽いジェルクリームの質感で保湿してくれているような感じが持続していたので、乾燥が気になる肌タイプの方でしたら今の時期でもマスクをする場面でもとても使いやすいと思いますし、皮脂が気になる肌タイプの方にもマスクの摩擦による崩れやよれは気になりにくかったので、もう少し気温が下がってくる秋冬にはとても使いやすいんじゃないかなと思います。そして今回こちら側にはスムースフィットポアレスベース、反対側にはメイクアップベースを使って上から新作のラスティングジェルクリーミーファンデーションを塗って4時間見てみましたが、皮脂の出方や崩れにくさにそこまで下地は影響しないタイプのファンデーションなのかなというふうに思いました。ただマスクへの色移りはこんな感じで、こちら側がメイクアップベース、こちら側がスムースフィットポアレスベースを塗った状態ですが、こんな感じでスムースフィットポアレスベースと組み合わせると下地とファンデーションがより密着するからか、マスクへの色移りがかなり気になりにくくなりました。下地によって崩れ方が変わってしまうというタイプのファンデーションではなかったので、マスク移りのしにくさや
塗り心地や仕上がりの好みで下地を変えられるというところも使いやすいポイントなんじゃないかなと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。アップで見ても皮脂が出ている感じは気になりますが、ファンデーションが薄まってしまったり崩れている感じは全然気にならないですよね。そして肌表面を触った感じは、やはり小鼻周りは結構しっかりと皮脂が出ている感じが気になりますが、頬や顔の外側はドロドロになってしまっているということもなく、塗りたてのような質感を保ってくれているので、皮脂が気になる肌タイプの方は皮脂を吸着してくれるようなタイプの下地やパウダーなどでこまめにお直しすれば問題なく使いやすいんじゃないかなと思います。ハイカバーなタイプなのにジェルクリームテクスチャーで柔らかく肌に伸び広がってくれて塗りやすくて、崩れにもこれだけ強いタイプというのは嬉しいですよね。ではこんな感じで9月1日発売の RMK 新作ファンデーションラスティングジェルクリーミーファンデーションと RMK の人気下地スムースフィットトワレスベースとメイクアップベースをそれぞれ半眼ずつに塗って塗り心地や仕上がり、4時間後のマスク崩れについて比較していきました。最後に今回の新作ファンデーションの特徴をまとめると、名前の通りの軽いジェルクリームテクスチャーが少量でも肌の上にしっかりと伸び広がってくれて、ハイカバーな仕上がりなのに肌の上で固まってしまったり溜まってしまうことがなく、かなり塗りやすいカバー力と塗り心地の良さを両立したようなファンデーションでした。重ねても汚く重たくならずに、毛穴や凹凸やキメの乱れなどファンデーションがうまく塗れないけれどしっかりカバーもしたいという時にかなりおすすめです。仕上がりとしてはブランドからの説明の通りの程よく顔の中心に光を集めたような柔らかいフロストマット肌仕上がりで、しっかりとカバーしてくれるのに肌っぽさと柔らかさを両立したような仕上がりでした。そして何よりもこちらのファンデーションはマスクによる摩擦や皮脂が出ても皮脂によってファンデーションが薄まってしまうということもなく、かなり崩れに強いタイプだったので、ハイカバータイプで崩れにも強いタイプのファンデーションを探しているという方にもぴったりです。組み合わせる下地を選ばないような塗りやすさと崩れにくさだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。